はい、シリと申します。今回は仕事をしながら絵を描き続けるにはということについてお話をしたいと思います。4月ということで環境が変わった方多くいると思います。特にですね、社会人になって仕事をするようになった方なんですけども、仕事を始めた今、絵を描けてますでしょうか？朝早く起きて眠い目をこすりながら満員電車に揺られて、会社に着いたらいろんなことたくさん覚えて、でついでに人間関係とかも気にしながら、でなんだか知んないけどお酒も付き合ってみたいな、でやっと帰ってきたら夜の12時超えてて、お風呂入ったら夜の1時2時みたいなね、そんな中で絵を描けてますでしょうかということです。正直きついですよね。正直きついと思います。描けてないんじゃないかなというふうに思います。でもね、今描けなくてもまた慣れてくれば描けるようになるよって思ってないですか？いやー、わかります。わかるんですけど、ちょっと待ってほしい、待ってくださいと。正直嫌な話をするとですね、今の環境に、今の仕事に慣れてきたとしてもですね、会社にいる時間っていう最低8時間ですかねの拘束時間っていうのは変わらないんですよね。でその生活がずっと続いていくわけなんですよね。いや本当に辛いと思います。正直自分も辛いです。もう少しねどうにかならんかなとは思うんですけどもね、本当はね、自分の好きなことが周りにも受け入れられて、それがね仕事として確立されてご飯食べていければ一番いいとは思うんですけども、今の世の中だと誰もが好きなことで生きていけるわけではないので、自分のね望まないこともある程度は受け入れる必要があるだと思います。昔よりは選択の幅広がってるとは思うんですけどもね。はい。でここまで話しててすげえ嫌なこと言ってるなっていう自覚はあるんですよね。本当にはいすいません。じゃあそんな大変な仕事をしながら絵を描くにはどうしたらいいかということについて、私もね仕事をしながら絵を描いてきた身なので、自分なりに工夫したことについて3つぐらいお伝えできればいいかなというふうに思っています。生活の一部にする、取捨選択をする、描き慣れた好きなキャラを決めておく。それでは一つずつ説明していきます。生活の一部にする、そのまんまですね。朝起きたらご飯食べるとか、ご飯を食べたら歯を磨くとか、コーヒー飲んでゆっくりするとかね。それらと同じように毎日ペンを取る時間を準備するということです。ちょっとね脱線するんですけど、人間って楽しいと笑うじゃないですか。皆さんもそうだと思うんですけど、実はその逆もありえるようで、楽しいから笑うじゃなくて笑うから楽しいっていう、その逆のパターンですねがありえるそうなんですね。なので他にも泣くから悲しいとか、震えるから怖いとか、その人間の動作が感情に影響を与えているそうなんです。なのでこの理屈でいくとですね、描きたいから描くということと描くから描きたいっていうのはほぼ同義になるはずなんですね。なので一本の線でもいいから時間を作って描くことが大事ということになります。ペンをね取って線を描いてるうちにきっとやる気スイッチが入ってくるんじゃないかなというふうに思います。取捨選択をする、これはですね、自分に必要なことを優先させましょうということです。仕事をしながらだと自分で使える時間っていうのが限られてきます。なので不要な時間を削ってその分絵を描く時間に当てましょうということです。不要といってもね、あれもダメこれもダメみたいな、そのストイックにやると苦しくなってきちゃうんで、明らかに惰性で続けているようなことについては控えるようにしていった方がいいと思います。
描き慣れた好きなキャラを決めておく。先ほど1本でもいいから線を引けみたいなことを言いましたが、仕事が忙しかったりすると時間とか体力がなくなってしまって1本の線も引けなくなってくるんですね。でそういう状態が長く続くと絵を描く習慣というものがどんどん減っていってしまって、絵描きのなんかこう筋肉みたいなものがどんどん細くなっていってしまうんですね。でいざ余裕ができた時に絵を描いてみたらなんか違うぞ。絵描きとしての目というのはその絵を見る目っていうのは変わんないのに、絵描きの筋肉が細くなっているせいでなんかいつもと違うように感じてしまうみたいな、なんかしっくりこないなみたいな、俗に言うねスランプっていうやつですね。この状態になると描けないのに描かなきゃみたいな精神的な焦りも相まってますます描けなくなっていってしまうんで、そうなった時にやれることとして描き慣れた好きなキャラを描く。でクオリティは気にしないで1枚描けたらそれでよしとする。要は失った習慣を取り戻すということが大事なので、その負荷を下げて取り込みやすくするということです。筋トレなんかも久しぶりにやるときついじゃないですか。そうなった時って時間とか回数減らしてまた筋トレ始めてくると思うんですよね。なのでその理屈と同じですね。なのでこれを繰り返しているうちにまた習慣になっていって元通りの絵が描けるようになってくると思います。はい、まとめです。生活の一部にする、生活に組み込んで習慣にしましょうということです。取捨選択をする。絵を描く時間を捻出するために工夫をしましょう。描き慣れた好きなキャラを決めておく。習慣が途切れてしまった時に戻るきっかけを準備しておきましょうということで、以上3点いかがだったでしょうか。絵を描くのが好きだからこそより長く続けられるように少しでも工夫していい絵が描けるように頑張っていきたいですよね。そのために今回の話が少しでも参考になっていれば幸いです。はい、私も頑張っていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。おしまいです。